Want to speak real Japanese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at JapanesePod101.com. Hey guys, Risa here. Welcome to the Ask Risa video series, where you ask me questions and I answer them. Let's check out the questions we received this week. Here's a question from Vittoria. Vittoria さん、ありがとうございます。Hi Risa. Hi. What do you, or in general Japanese people, think about strangers who wear yukata? そうですね。外国の人が浴衣着てるのは全然似合ってればいいと思います。日本人とか外国人とかそれは関係ないんですけど、例えば浴衣着てて、その着方がちょっとぐちゃぐちゃだったりすると、ちょっとなーって思いますけど、もし普通に着てる分には全然素敵だと思います。例えば着崩れてるっていうのはこの胸元がすごい開いてたりとか、あと歩いてる時にその浴衣の裾がすごい開いてたりとかするのはあまり良くないと思うので、そういうことがなければ全然素敵だと思いますよ。サシャントさんからの質問です。ありがとうございます。Hey Risa! Hey Sushant! Do people from Tokyo and Osaka hide different dialects? Or different words they speak casually? Even in Nagoya and Kyoto, it's a bit different. Why so? サシャットさんはどちらのお国の方なんでしょうか？きっとサシャットさんの国にもあるかと思うんですけども、日本にはいろいろな方言があって、特に大阪弁っていうのは結構、大阪とか関西弁っていうのは、割と方言っていうと、大阪、関西弁が結構よく聞く、馴染みのある方言なんですけど、日本のコメディアンの人たち、芸人の人たちが大阪とか関西出身の人が多くて、で、それをテレビで見て、大阪弁とか関西弁すごく聞くので馴染みがありますね。東京で言うと、いけませんとかダメっていうことを大阪だとあかんって言ったりします。あかんって発音がちょっと違うかもしれない。あかんって言ったりとか、なんでっていうのをなんでやねんって、なんでやねんって言いますね。そう。あとは名古屋と京都もやっぱり違うプリフェクチャー、違う県なので、名古屋弁もあれば京都弁もありますね。京都弁は方言の中でも男の人が好きな方言のトップ3に入る人気の方言なんですよ。言ってはるわとかなんかね、ちょっと上品で女性らしい方言ですよね。京都弁。名古屋弁はなんたらだがんとか。あと、私も名古屋に近いところ出身なので、よく使うのが偉いって言うんですね。偉いは、この東京とか他のところでは偉いって位が高いってことなんですけど、私が使うその偉いは疲れたっていう時に使います。ああ、本当に偉いとか使いますね。もし日本の方言を学びたいなら、ぜひこのディスクリプションにあるリンクをチェックしてみてください。ありがとうございます。オサマ・モハマドさんからの質問です。ありがとうございます。Hello Risa, have you ever visited Egypt? エジプトに行ったことがありますか？エジプト行ったことないので行ってみたいです、ぜひ。アフリカ大陸にも行ったことないので行きたいし、エジプトってどんなところかなって想像したらやっぱりピラミッドとかスフィンクスを思い浮かぶんですけど、なんかコシャリっていう食べ物も有名なんですよね。それが食べてみたいです。見たらすごく美味しそうだったので。はい、ありがとうございます。ジョシュさんからの質問です。Does making a pronunciation mistake while talking to people in Japan is awful or laughable? I'm worried if I try it. In any ways, thank you. Thank you. ジョシュさん、don't worry. It's not awful at all. もし間違えたとしても、例えばそれが面白くてちょっと笑っちゃうことがあったとしても、全然そんなひどいことだとは思わないので、少なくとも私は全然そんなこと思わないので、心配しないでどんどんトライしてください。Don't be afraid, ジョシュさん。Thank you so much for the question. もし発音が心配で、言い間違いが心配なら、私たちのウェブサイトにボイスレコーダースタディツールというものがあるので、ぜひそちらもご活用ください。ボイスレコーダースタディツールには、日本語の先生の発音したものと、あとあなたの発音を録音して聞き比べることができるので、もしその発音とか言い間違いが心配なら、それで
練習するといい勉強になると思います。トカラさんからの質問です。Hi Risa, you are a very cool person and make learning Japanese fun. Thank you so much. Thank you. I wanted to know if in Japan people are very quiet when it comes to connecting in public. In the US, it seems that with social media, people are scared to talk to each other now. Thank you. Thank you. トカラさん質問ありがとうございます。今、そのソーシャルメディアとか、例えば直接人に話さなくてもできちゃうことが多いので、そのインターネットのテキストでコミュニケーションしたりとか、コミュニケートしたりとか、そういうことがとても多いので、割と確かにあんまり便利なんだけど人との関わりがちょっと薄くなってきてるってのはあるかもしれないですね。まあソーシャルメディアとかもいいと思うんですけど、やっぱり一番大事なのはそういう周りの人とかを大切にしてコミュニケーションも取って生きていきたいなと思ってますけど、確かに最近の若い人たちは、私もテレビで見たりするんですけど、そのソーシャルメディアで人とコミュニケーションをするのが苦手になってる人が多かったりとか、例えば何かするにもそのソーシャルメディアで他の人に見せるためにしたりとか、そういうの聞きますね。でもやっぱりせっかく生きてるんだから、たくさんの人とコミュニケーションをとって、生きていけたらいいなとは思いますね。答えになってるんでしょうかもっとコミュニケーション取ろうぜ。That's all for this episode. Thanks to everyone who submitted their questions. Thank you! 質問、答えられなかった人たちも質問くれてありがとうございました。And if you want to ask me a question, just click the link in the video description to submit your question. If you want even more questions answered by me, please support us on Patreon. There, I hold a monthly Q&A for patrons. Okay, stay tuned for more Ask Risa. Bye! ありがとうみんな Asked by me カメラもこんなブルブルってなってるけど大丈夫なのこれ